神奈川県横須賀市の田浦町4丁目から5丁目にかけての道を歩いております横須賀ダンジョンです。この辺り緑が豊かなのどかな風景ですけれども、正面右側の坂道を登ると港が丘1丁目という新興住宅地になります。で、その新興住宅地からさらに階段を登るとハイキングコースに入って、そのハイキングコースからは田浦町4丁目の田浦ハイソンと呼ばれていたような空き家があった地域を見下ろせる場所がありますので、今日はその辺り峠道などを歩いてみようと思います。ちょっと上から周辺地理を確認してみましょう。右側にある住宅地が港が丘の1丁目ですね。港が丘と山の中間地点に階段が設けられていますので、この階段を登って峠道に入っていきます。峠道は田浦町と逗子の境界線にあたる尾根道ですけれども、そこから田浦町4丁目、かつてのニュータウン計画があった土地を見下ろせる場所がありますので、その辺りを通って最後麓まで戻ってこようと思います。スタート地点、地理的には京急田浦と JR 田浦駅のちょうど中間地点ぐらいでしょうかね。どちらからも歩いて15分か20分ぐらいの場所になりますので、まずはこちらの道から歩き始めようと思います。よーいしょっと。はい。では、こちらのトンネルの右手側、階段を登ってまずは一段高くなった港が丘の住宅地まで登っていきましょう。右側に新しい建物があるのは多分幼稚園ですね。右側は清福寺というお寺があるんですが、お寺と併設された幼稚園があるそうですね。でこちらは冒頭のトンネルの上の部分が見えております。田浦山隧道と書かれていますね。トンネルの上はかなりもじゃっとたくさん緑が茂っております。こちらの階段を登っていきますが、右側にも階段ありますね。こちらの階段は清福寺の敷地ということですな。で、正面向こうの方には山を切り崩して、かつての田浦ハイソンだった場所、工事が進められていると思いますので、こちらの階段からぐるっと回って、あちらを見下ろすような峠道へ上がっていこうと思います。後ろで電車の音が聞こえますね。すぐ後ろを JR の線路が通っているので、この辺りまで、電車の音が響いてきます。この辺りは線路も、駅も近いですし、港も近いので、戦中戦前頃から民家がポツポツとあった場所だと思います。周辺の石垣とかも結構古そうですね。昔の地図を見ると、この道と全く同じ場所に同じ道が通っていたので、多分古くからずっと変わらない風景なんでしょうね、この辺り。左手側にはコンクリートの箱がありますね。以前の動画で消火器の入れ物だというふうに言いましたけど、間違いでしたね。あの箱はゴミ捨て場でということでした。はい。昔からある設備などもポツポツと残っている古い道ですが、細いですな。周辺左右の斜面には住宅いくつか設けられているんですけれども、結構緑に隠れて見えなかったりもしますね。ずっと細い道が上の方まで続いていて、左右に階段が設けられている、住宅の玄関までという感じの立て付けになっていますが、階段もかなり細い、緑の中に隠れているような階段もありますね。かなり細い階段、細い道が張り巡らされておりますが、正面には自転車がここまで上げてきたんですかね。なかなか大変そうですけれども。で、正面には港が丘の住宅地見えてきました。正面の住宅地が港が丘の1丁目ですね。多分1990年代後半に作られた新興住宅だと思うんですけど、この住宅地が作られるまでは今まで通ってきたような細い道がこの先もずっと続いてたと思うんですけれども、住宅地が作られるにあたってここでザクッと寸断をされてしまいましたね。で、高い階段が山の上までずっと続いております。
途中から山を垂直に切り崩して、土地を平らにならして新興住宅が作られたと思うので、住宅地側から見ると本当に垂直の壁がそびえるように山を切り崩した跡が垂直に残っていますね。でその垂直の壁に沿ってこの階段がずっと山の山頂まで続いております。かなり、緑がたくさん、生えてますね。今7月の15日なんですけれども、なかなか夏草が生えてくる季節ですな。向こうの方にはちらっと海も見えますかね。で遠くの方まで住宅地が続いております。この辺が昔ずっと山だったんですよね。なかなか今からだと信じられないですけど、向こうの方までずっと山だったようですね。で階段はさらに上の方まで続いていますが、この階段はほぼほぼ山頂までずっと一直線に続いているかなり長い階段ですね。この階段を登り切ったあたりからは多分ハイキングコースだと思うんですけれども、住宅地上から見るとなかなかかっこいいですな、この辺も。今見えているのがだいたい港ヶ丘の1丁目だと思います。こうフラットに平らにならされて住宅が作られたのがよくわかりますね。向こうの正面には少し前に行った田浦町の作りかけの新興住宅の土台の部分だけちらっと見えていますね。この辺は鉄塔が多いですよね。変電所があったりする関係か、あと高低差もあるので鉄塔がすごいたくさんありますね。この左手にも鉄塔が建てられていますな。鉄塔と新しい住宅地がちょっとなんか不釣り合いな感じもして、それも面白いんですけどね。下の方に住宅地の方から見ると本当に垂直の壁がそびえているような感じですけれども、その上にこういった階段が設けられています。長い階段が長いですけれども、この階段登り切ったあたりが頂上かな。この階段も多分住宅地、港ヶ丘の住宅地を作るにあたって整備されたんでしょうな。それ以前は多分もうちょっと迂回するような道があったと思いますけどね。正面には黄色い看板、これはなんだ、イノシシが出没していますということで、イノシシ出るんだ。ちょっと注意が必要ですな。はい。で、後ろを振り返ると遠くの方には海が見えます。多分自衛隊の港とかがあるあたりですね。で、正面の手前に墓地がちらっとあるの分かりますかね。墓地、下にあった清福寺の墓地なんですけれども、住宅地ができるまでは山の斜面に墓地あったはずなんですけれども、墓地の周辺の斜面が切り崩されて、墓地の部分だけが残っているので、今ああいう形で墓地だけ出っ張って住宅地に突き出ているような格好になってるみたいですね。本当に山を全部ガーンと切り崩したんでしょうな。なかなか宅地造成というのもすごいもんだなというふうに思いますけれども。はい。で、この辺からかなり緑が濃くなってきますね。この先から山道に入るかな。コンクリートの道はここまでですね。右側は行き止まりかな。はい。ではこちらの階段から峠の山道に入っていきます。正面には看板出てますね。三浦アルプス東尾根、こちらかな。三浦アルプスですね。三浦アルプストレッキングコースと呼ばれているようですけれども、急に山道ですね。本当に山を途中からガーンと切り崩したので、切り崩して新興住宅が作られた関係だと思うんですけど、本当に綺麗な住宅地の、数分歩いただけで急に本格的な山道になっているという、こちらの三浦アルプストレッキングコースですけれども、結構草生えてますね。周りはかなりツタとか細かい草がたくさん生えておりますが、多分登山会の方とかがお手入れをしているんだと思いますね。
ーと、この先は地面がちょっとぬかるんでいたりしますが、まあただ、山道ですね。普通の山道ですな。この辺結構土というよりも岩なので結構滑りますね。滑るので左手側ロープが張ってあるので多分滑って転ばないようにロープをつかみながら進んでくださいっていうことだと思います。なかなか岩のようになっている道とかかなり本格的な山道ですな。正面には木が倒れていますが、あの木は倒れてからしばらく時間が経っているのかな。左手側はかなり急斜面になっていますね。この左手の斜面に転んで落ちないように右手側にずっとロープが張ってあって、このロープをつかみながら進んでくださいっていうことでしょうかね。この左手の斜面の下あたりに多分観音堂とかがあったと思いますね。冒頭のトンネルを抜けた先に観音堂があったかと思います。で、冒頭のトンネルの道と垂直に交わるような方向に今進んでいるかと思いますね。田浦から逗子にかけての方向に進んでいるんじゃないのかな、今。なかなか山道だとどっち方向に進んでいるかとか分かりづらいですけどね。なんかでも緑が綺麗ですな。今日ちょっと薄曇りですけどね、もう少し晴れてたら多分木漏れ日とかが入って、綺麗なんじゃないのかなと思います。結構この辺りまで電車の音が響いてきますな。多分この山のすぐ下を JR のトンネルが通っていて、あと歩行者用の細かいトンネルもいくつか通っているというような、あと使われていないトンネルもありましたね。なんか昔使っていたトンネルみたいなのあったかと思いますが、右手側にも道があるけど多分左手方向だよな。なんか書いてある。二子山、多分こっちですね。左手方向に進んでいきましょう。二子山は多分逗子の方ですけれども、多分一旦逗子の方まではみ出してからもう一回横須賀に戻ってみたいな尾根道だと思うんですよね。さらに先へ進んでいきましょう。この辺かなり緑が道を侵食していますね。なかなかでもまだ夏の初めでクモの巣とかヤブカとかそれほどでもないですね。たまに田浦の山道でクモの巣をかき分けながら進むような道もありますが、こちらは比較的そういった意味では進みやすいかなと思います。正面また木がダーンと倒れていますな。で、ちょっとなんか風景が変わりましたね。植生が変わったのかな。これは斜面の向きが変わって日当たりが変わったんでしょうかね。ちょっと先ほどとは雰囲気が違いますね。また正面に木が倒れています。結構頻繁に木が倒れているもんですね、この辺りで。この注意書きのポールは火の用心ですな。北消防署の火の用心のポールが立てられていましたが、なんかこの辺の木はなんかまっすぐな木が増えてきましたね。こっち側は東向きかな、斜面的には。細い道がまだ延々と続いておりますが、この道からはみ出るとなんかちょっと、イノシシが出る山はくくり罠とかが時々設置されていたりもするので、あんまり下手に道からそれない方がいいような気がしますね。ずっと多分尾根沿いに沿って道が続いているんだと思いますが、ちょっと左手の方に田浦の工事の様子が木の間から見えるかな。多分鉄塔のあるあたり、足元コンクリートの工事をやっているところかと思いますね。
まだこの辺りだとちょっと見えにくいかな。もう少し進んだ方がよく見えるかもしれませんね。この辺は笹が結構たくさん生えてますな。細かい、本当に藪みたいな感じですね。木が垂れ下がっている。でもちょっと日が出てきたな。でもちょっと日が出てきましたね。木漏れ日が微妙に差してきました。もう少し進むと開けてくるんじゃないのかなと思いますが、ここはまた木が盛大に倒れていますね。なかなか大きい木が倒れてるな。ただ尾根沿いの道とはいえかなり平坦ですね。道としてはほぼほぼそれほどアップダウンがないなだらかな尾根沿いの道です。左手がちょっと開けてきたけど、ここからまた見えるかな。向こうの方までまだちょっと遠いですけど、向こうの方の工事が見えますね。ちょっと工事車両もいくつか動いている工事車両があったりします。で、足元コンクリートで固められている鉄塔のあたりはつい最近まで、畑があった場所だと思いますね。こっちにも鉄塔があった。こっちにも鉄塔がありますが、さっき、丘になっていた鉄塔の部分とかちょっと前まで畑があった場所だと思いますけどね。こちらには張り紙がしてあって、これより先株式会社 V ハウスの私有地のため、迂回をお願いします。以前はこっちの方に、峠道続いていたんでしょうかね。迂回をお願いしますということで、こちらも尾根道がずっと続いていますね。株式会社 V ハウスというところが工事をやっているんでしょうな。なるほど。そうですね。かなり大規模な工事をやっているので、こちらのハイキングコースもちょっと迂回をしているんでしょうかね。以前とはちょっともしかしたらルートが違うのかもしれません。でも遠くで鳥が鳴いていますね。ハイキングコースっぽいですけれども。正面にまた看板が立っているけど、この辺の緑のトンネルが綺麗ですね。小さい虫が飛んでいたりしますが、この看板は右手側は水道局正門とありますね。おそらく山の上に貯水池があったと思うので、そちら方面に行く道がこの道かな。で、左手側が田浦梅林乳頭山二子山ということで、こちらが田浦方向ということでしょうかね。田浦梅の里とかあっちの方でしょうかね。こちらに進んでいきましょう。なんか周りの木というよりも笹っぽくなってきましたね。細い木が増えてきましたね。なんか一本道を歩いているだけなのに植物の感じが変わっていくのも面白いですな。そしてこの先緑のトンネルのようになっていますけれども、ちょっとした斜面に階段が設けられていますね。よいしょと。この尾根沿いの道、ハイキングコースでもありますし、道に沿って鉄塔が建てられていますので、この正面も鉄塔ですね。こちらの看板はさっきと同じか。ただこちらの看板には逗子消防本部と書いてありますから、この辺は逗子のようですね。で、鉄塔があります。この尾根道、鉄塔に沿って作られているという向きもありますので、鉄塔の管理者の人が通ったりもするんでしょうな。ここには横須賀市の石柱が建てられているので、今まで歩いていた逗子から横須賀市に入ったのかな。もしかしたらちょっと下り坂になってきましたね。もしかしたら一旦逗子にはみ出してまた横須賀市内に戻ってきたのかもしれない。田浦町に戻ってきたのかもしれないですね。田浦町方面に近づいているのかな。
かなり、なんか下り坂が結構急な下り坂になってきましたね。道が結構広いんですけれども、坂道は映像だとちょっと分かりづらいですが、かなり急な下り坂です。滑らないようにゆっくり下っていきますが、正面の木の間から、ちょっと映像だと分かりづらいかな。工事の様子がなんとなく見えるんですけれども、結構斜面を切り崩して工事をやっているっぽいですね。結構山の上の方まで切り崩してますね。なんか工事をやっているようです。もうちょっと進むと見えるかな。ロープが張られている。下の方には有刺鉄線も張られていますね。これはこの有刺鉄線の下から工事のエリアなのかな。見えてきましたね。かつての田浦町4丁目のあたりだと思いますが、段々畑のように、工事をしていますね。遠くの方には海も見えております。なかなか眺めのいい場所ですけれども、で正面の鉄塔のある足元あたりは以前段々畑があったあたりだと思いますね。でこの足元、結構工事車両がたくさん止まっていますね。右下あたり工事車両と、作業員の方もちらほらいらっしゃるか。何か作業をされていますね。測量かな。山の斜面を段々状に造成しているんでしょうかね。段々畑のように斜面に沿って細い道が通るような工事がされていますね。遠くの景色が綺麗だな。正面、あれは、潜水艦が止まっているか。あれは東島かな。箱崎町のあたりでしょうかね。自衛隊の本部、海上自衛隊の本部とかがあるあたりでしょうかね。はい、遠くの景色もよく見えますが、このすぐ足元では造成工事を行っている途中ということだと思います。もうちょっと先まで進んでみましょうかね。この辺り、この辺はあんまり、以前も住宅はそれほどたくさんある場所ではなかったと思いますけどね。ただ山の上の方とかこの辺の斜面も畑はあったと思うんですけど、そういった畑とか数軒残っていた住宅とかはもう全部取り壊されてしまったんでしょうね。かなり斜面の上の方まで切り崩されて、このすぐ下足元のあたりまで斜面の造成工事が進んでいますね。この辺りが田浦の4丁目だと思います。なかなかこうやって映像で見るとスケール感とか伝わりにくいかな。ショベルカーとかが結構下の方で、動いていますね。で、ブルーシートがかけられたあの辺りは何をやっているんだろうな。コンクリートの造成工事でしょうかね。結構ブルーシートが広い面積にかけられていますね。さらに先へ進んでみましょう。この先ちょっとまた通り沿いの木が空いているところがあるので、そこからまた下の様子が見えるかな。ずっとネットがずっと道沿いに設けられていますが、ところどころ木が少なくなっていて下の様子が見えるところがありますね。結構コンクリートの車も入ってますな。ぐるーっと弧を描くように、谷の上道が通っていますので、斜面の向きによって見える風景が微妙に変わってきますね。コンクリートミキサーも入っていたりします。では結構この辺の足元もコンクリートで固められていますね。意外と工事が進んでいるな。この辺はなだらかな綺麗な景
傾斜地ですけれども、この辺からまた下海が見えるかな。ちょっと木がこの辺細いですね。この辺からだとまたちょっと違った景色が見えますね。この直線上が京急の田浦駅方面でしょうかね。冒頭の港ヶ丘の町とかも見えているのかな、この辺だと。向こうの方の平らな新興住宅もちらっと見えていますね。遠くの方までよく見える。で、足元ではダンプカーが入ってきておりますが、こうやって見るとやっぱり鉄塔多いですね。港ヶ丘かな、鉄塔のあるあたりは。まあでも港ヶ丘が作られたのが1990年代の後半、1997年、8年ぐらいだと思うんですけれどもね。で、今通っているこの左下の田浦町4丁目の、ニュータウン計画が始まったのも97年ぐらいでしたよね、確か。で、向こうの住宅地は今も綺麗な住宅並んでいますけれども、こちらはニュータウン計画頓挫して、今はほぼ更地ということで、なんか不思議なもんだなと思いますね。どういった理由でそうなってるのか調べてもあんまりよくわからないんですけどね。なんかこう引きこもごもというか不思議なもんだなというふうに思います。で、またちょっと峠道になってきましたね。今見えてた谷間の斜面のもう一個反対側というかな、もうちょっと先へ進んだ方に変電所があるんですけどね、変電所の上あたりが田浦ハイソンとしては有名な空き家がたくさん並んでいたあたりだと思いますね。この先進んだあたりがこうハイソンとして結構いろんな YouTube とかでも紹介されていたエリアだと思うので、さらに先に進んで、変電所のあたりがどうなっているか上から見てみたいですね。ただこの辺の木漏れ日が結構入ってきましたね。日が出てきましたな。右上から日が差していますね。ちょうど今3時ぐらいか、午後3時ぐらいなので、右側が南西ですかね。そうか、北向きの斜面か。今工事しているのが北向きの斜面ということですけれども、ちょっと道が広くなってきましたね。比較的通りやすいなだらかなハイキングコースがしばらく続いているようですね。ただ右側は結構急斜面になってきましたね。さっきは左側が急斜面でしたが、今度は右側が結構急斜面になってきました。木漏れ日が綺麗ですな。いいですね。ハイキングコースって感じがしますね。ちらっと木の間から海も見えたりしていますのでね、なかなか夏に歩くのも、夏休みとか歩くのもいいんじゃないですかね、この辺り。正面には階段が設けられていますが、この階段は分かれ道かな。これはあれですね、鉄塔ですね。この正面の鉄塔に上がる階段ですね。鉄塔下から見るとかっこいいですね。足元には百合の花が咲いています。鉄塔が立っている丘を迂回するようにしてまた細い岩のような道が先の方まで続いていて、ちょっとこの先下り坂ですね。この辺りが尾根沿いの山頂だったのかな。ちょっと下り道に入りましたね。正面にはまた小さな看板が出ていますが、この看板は右手側が田浦梅林で、左側が4丁目5丁目商店街か。あんまり山の中で商店街と書かれてもピンとこないんですが、こっち側が田浦町の市街地に行く道でしょうかね。ちょっとこっち進んでみましょう。右手側がかなり急斜面、左手側丘になっている上が鉄塔があったスペースだと思いますね。鉄塔の周りをぐるっと迂回するようにして山道が通っています。で、この正面がまた分かれ道ですな。
市街地はどっちだ？右行ってみましょうか。結構急な下り坂、滑らないように注意が必要ですけれども、結構急ですね。かな。もうこっちは市街地に向けて徐々に山を下る道でしょうかね。かなり急な下り坂になっています。木がちょっと枝がたくさんまとめてあったりしていますが、足元岩ですね。岩に苔が生えていたりするのでかなり滑りやすい。注意が必要です。一応滑り止めの効く登山靴で来てはいますけれども、足元注意が必要ですな。この木の間からまた下の様子が見えるかな。この左手は、また、フェンスがしてありますね。谷間というか、これは山の上のスペースか。さっきの道、左手に行ってたらこっちの道に出るのかな。山の上のスペースが、工事車両が入った跡がありますね。いくつか輪立ちがありますが、フェンスがしてあって、多分このフェンスの向こうはまた、あれですね、工事業者の管轄ということなんでしょうね。有刺鉄線が張ってありますけれども、フェンス沿いにずっと峠道が続いています。結構左手側、切り株がいくつかありますけど、切り株が新しいですね。最近この辺りは木が払われたのかな。ちょっと右側木が倒れていたりもしますけれども、最近工事が進んだんでしょうかね。この山の上のスペース、向こうの方には変電設備かな。ちょっと鉄塔も見えております。いいですね。この道はなかなか、葉っぱの上にカマキリがおりますな。いいですね。夏っぽいですね。7月半ばですけれども、山道でカマキリを見つけるとなかなか夏休みな感じがしますね。左手側には鉄塔が建てられていますが、この左手のスペースは結構最近工事が進んだんでしょうかね。京急線よく乗るんですけど、京急線の車窓から最近田浦のあたり工事してるなーっていう風に気がついたのが今年の5月ゴールデンウィーク頃だったと思うんですけれども、その頃から結構工事が進んだんでしょうかね。この辺り結構新しい切り株が多いので、最近木が払われたんじゃないのかなという気がします。左手には大きな鉄塔と送電の設備かな。鉄塔が建てられていて、周りには結構電柱がたくさんありますね。この電柱新しいな。右手側がちょっと崩れているので注意しながら進みますが、結構新しい電柱がいくつか建てられていましたね。この辺の切り株も結構新しいな。で、立ち入り禁止の張り紙がされていますが、この辺も結構木が払われているんでしょうかね。正面にもまた新しい電柱が建てられているので、もしかしたらあれですね、もともとあった鉄塔とかを工事の関係でなんか撤去したりしたんでしょうかね。新しい電柱がこの辺建てられていますな。ちょっと背の低い電柱ですね。なかなかちょっと普段見ないタイプの電柱ですけれども、これがずっと尾根伝いに続いていて、木に印がしてありますけど、この木も切るよっていうことなんでしょうかね。なんか印がして、ある木がいくつかありますね。で、印がしてあってもすでに切られている木も右手側、左右にいくつかありますので、この辺はまださらにこれから工事が進むんでしょうかね。で、ちょっと左手から工事車両の音が聞こえてきたりもしています。
もしかしたらこの辺りも工事が進むのかもしれないですね。なんでしょう、送電の工事とかしてるのかな。ずーっと尾根道に沿って向こうの方まで新しい電柱がずーっと続いております。で右手側には左手の向こうの方に海が見えてきましたね。遠くに海が見えておりますが、右手側の足元に看板がありますね。4丁目5丁目はこちらか。はいはいはい。じゃあこちら側ちょっと下っていきましょう。左手側には森林伐採と土地の改造の許可の看板が出ておりますが、この看板あれか、工事業者株式会社 V ハウスという株式会社、北九州の会社なんですね。北九州の小倉の住所が出ていましたので、北九州の会社が横須賀の工事をやってるのはなかなか面白いですけどね。結構工事車両の音が聞こえてきましたが、北九州の会社か。でもそうか、あれですね。こっちにも看板がありますが、これより先 V ハウス私有地。そうか。はい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 。なるほど。なんか今急に気がつきましたけど、こちらの造成工事、何の疑問も持たずに宅地造成だと思ってきましたけど、違いますね。メガソーラーの工事をやってるんですな。これは今更気がつきました。そうか、これはメガソーラーができるのか。へえ。いや、多分皆さんそんなご存知のことかと思いますけれども、不勉強でちょっと今調べて気がつきました。そうか、この田浦の場所はメガソーラー工事なんですな。そう考えるとなんかちょっと複雑な思いもありますね。左下には変電所の建物見えておりますが、この周辺、かつてこの辺りは空き家がたくさんある田浦廃村と呼ばれていた辺りだと思いますが、この辺り一帯が、メガソーラーということで、ソーラーパネルがいずれずらっと並ぶということですね。なるほどね。左下に見えている変電所の建物、変電所は戦前からあると思うんですけれども、近辺で京急線と JR 線が交差をしていて、近くに踏切があったと思うんですけどね。で踏切があって緑色の民家が目印であったと思うんですけれども、あの辺今どうなってるのかな。ここ数ヶ月あんまりあの辺の路地は歩いていないんですけれども、左手側には土を掘り出している工事が快調に進んでおりますね。かなり上の方まで、段々畑のように造成されているので、確かにそうか、メガソーラーですよね。かなり工事が進んでいるようです。かなり、丘の上の方まで、造成が進んでいるようですけれども、さっきの、工事の許可のパネルには工事期間今年の3月から8月というふうに書いてありましたので、僕の見た感じだとゴールデンウィーク頃から工事やってるなっていう感じがあったんですけれども、3月頃から工事は進んでいたんですね。そうしたらで今年の8月までということなので、その頃までに、メガソーラーの土台の工事が終わるんでしょうかね。でその後に、パネルの設置とかがあるのかな。予想ですけどね。なんですかね。でもさっきブルーシートありましたからね。ブルーシートはあれはメガソーラーの設置とかなんですかね。なるほど。
そうか。田浦町、田浦ハイソンだった場所、メガソーラーの工事が着々と進んでいましたね。はい。で、道を下って、徐々に市街地、民家の方まで進んでいるかと思います。細い道を通って、下の方には民家が見えてきましたね。今の田浦ハイソンだった場所、田浦町4丁目のあたり、隣の野党に今向かって下っているところですけれども、この辺りはもう昔ながらの宿ですね。かなり細い道を下った先がどん詰まりの宿になっているかと思いますので、麓の町まで降りていきましょう。いいですね。この辺りは民家と山道が接している感じの昔ながらの宿の道だなという感じがします。正面には住宅地も見えてきました。向こうの方はかなり緑が濃いですね。こちらの宿はどん詰まりですけれども、このどん詰まりの宿は戦前からかなり住宅がたくさんあったエリアだと思います。かなり港にも近づいてきましたのでね、港も近いし、あとはJR の田浦駅も近いですから、かなり昔から積極的に人が民家として活用されていた場所だと思います。結構古い平屋とかも多いですね。はい。右側がどん詰まり、谷の一番奥だと思いますので、ちょっと左手に向かってしばらく下っていきましょうか。こののどかな昔ながらの宿の隣でメガソーラーの工事をやっているというのもなんか不思議な感じですね。横須賀、谷ごとに結構、風景が違ったりするので、昔ながらの谷のすぐ隣に新興住宅があったりしますから、ねえ、なんかそういうもんなのかもしれませんけれども、こちらの宿のすぐ左手ではメガソーラーの工事が鋭利進行中ということですね。電車の音聞こえましたので、多分この正面に、JR の線路が通っているのかな。最後ちょっと上から全体の様子を見てみましょうかね。よいしょ。すぐそばに、線路が通っていて、その向こうは田浦小学校がありますね。小さい宿ですが、その隣、変電所の建物がある周辺は今現在、メガソーラーの工事中ということで、こちらの斜面がまるっとメガソーラーの用地ということですね。なるほど、知りませんでしたが、いや、横須賀の景色、日々刻々と変化をしているんですね。5年後、10年後、この辺りの景色どうなっているのかなというのも気になるところですけれども、向こうの方には富士山が見えております。では今回は田浦町の4丁目、峠道を歩いてみました。ご視聴いただきありがとうございました。